ローマ帝国の影響、ローマ文化の継承。フランク王国は崩壊したローマ帝国から多くを引き継いでいました。特に文化的側面での影響は顕著です。ローマが支配した地域ではローマの言語、法律、芸術が広く普及していました。フランク王国の建国者たちはこれらの文化を受け入れ、自身の統治に取り入れたのです。例えば、ラテン語は学問や政治の公用語として使用され続け、ローマの彫刻や建築様式もこの時代の教会や公共建築に見ることができます。このようにフランク王国はローマ文化を基盤として独自の文化を築き上げていったのです。ローマ軍事技術の採用。フランク王国はローマ軍事技術も積極的に採用しました。ローマ帝国はその軍事技術で知られ、多くの戦術や武器が開発されていました。フランク王国はこれを活用し、軍を強化したのです。例えば、重装歩兵と騎兵の組み合わせは、ローマの戦術を踏襲しつつ、フランク特有の改良を加えた戦術で、後の欧州軍事に大きな影響を与えました。フランク王国の軍事力の基礎は確かにローマの技術によるものが大きいです。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。ローマ法の影響とその変化。法の面でも、フランク王国はローマ法の影響を受けながらも、それを独自の法体系へと進化させました。ローマ法は非常に整備された法体系であり、その効率的な法原則は新たな王国にとって魅力的でした。ただし、フランク王国では部族法との融合が進みました。具体的には、サリカ法というフランク族独自の法が成立し、これにローマ法の要素が加えられることで、より広範な支配層に受け入れられる法体系が形成されたのです。フランク王国における法の発展は、ローマ法を土台としながらも、独自の文化的背景が反映された興味深い例ですね。クロービスの背景と出自。クロービスはフランク王国の初代王として知られていますが、彼の背景はその王としての行動に大きく影響しています。クロービスはメロビング朝の始祖であり、彼の家族は長い間ガリアの支配者としての地位を築いていました。この家系が彼に強い指導力と野心を与えたのです。クロービスは父キルデリクの死後、若くして王位につきますが、その治世は外政と内政の改革によって特徴づけられています。彼の政治的な洞察力と軍事的な才能が、フランク王国の基盤を固めることに寄与しました。クロービスの出自と彼が継承した家系の伝統が、彼の野望とフランク王国の運命を形作る重要な要素となったのです。合併と征服の政策。クロービスの政策は合併と征服に重点を置いていました。彼はフランク王国の版図を拡大することで圧倒的な力を突き上げようと考えていました。これにより、異なる部族や地域が一つの王国の下で統合されることとなります。特にアレマンニ族やブルグント族など周辺の部族を征服し、彼の統治下に置くことでフランク王国の力を増大させました。これらの征服は軍事的勝利だけでなく、政治的な安定にも寄与しました。クロービスの合併と征服の政策は、後のヨーロッパ史における国家形成の初期モデルとも言えるでしょう。カトリック教会との同盟。クロービスはカトリック教会との同盟を重要視しました。宗教が持つ影響力を理解していたクロービスは、政治的な同盟として教会の支持を確保することで、統治の正当性を強化しました。彼自身のカトリックへの改宗は、フランク王国内のキリスト教徒からの支持を得るだけでなく、ローマ教皇からの認知をもたらし、その結果、政治的な同盟が強化されました。このようにクロービスの戦略的な教会との同盟は、彼の政治的な基盤を固める上で決定的な役割を果たしました。フランク王国の社会と文化、社会構造と法。フランク王国の社会構造は、その法制度と密接に結びついていました。王国の法体系は、ローマ法の影響を受けつつ、ゲルマンの部族法も取り入れることで、多様な民族が共存する王国のニーズに応えていました。
サリカ法などの法律は、フランク王国内での土地所有権、継承権及び刑事裁判の基準を定めており、これによって社会秩序が維持されていました。このような独自の法体系は、フランク王国の統治機構を支える根幹となり、国家としての一体感を強化しました。経済と貿易の発展。フランク王国の経済力は活発な貿易活動によって大きく支えられていました。王国はヨーロッパの交通の要所に位置しており、北は北海から南は地中海に至るまで広範囲にわたる交易ネットワークが形成されていました。例えばライン川沿いには商業都市が発展し、遠く東ローマ帝国やイスラム世界との間で商品が交換されていたのです。このような貿易の拡大はフランク王国の経済発展を促進し、さらには文化的な交流も活性化させました。宗教的影響と改革。宗教はフランク王国の文化と社会に深く根ざし、多大な影響を及ぼしていました。カトリック教会は教育や文化の中心であり、王権の正当性を神の意志と結びつけることで政治的な安定をもたらしていました。カロリング朝の時代に入ると、カール大帝はカロリング朝のルネサンスと称される教育と宗教の改革を進め、文書化されたラテン語の標準化を推進しました。これは文化的な統一をもたらすとともに、学問の発展を促進しました。このように宗教的な取り組みはフランク王国のアイデンティティを形成する上で不可欠な要素であり、その文化的及び社会的発展に対して重要な役割を果たしました。フランク王国の軍事、武装と戦術。フランク王国の軍事力はその進化した武装と戦術に大きく依存していました。フランク戦士たちは重装備で知られ、特にフランキショーノという武器は彼らの象徴ともされています。これにより近接戦闘において大きな優位性を持っていました。また、彼らは騎馬兵を戦術の中核として利用し始め、これが中世ヨーロッパの騎士団の原型となりました。これにより移動速度と攻撃の機動性が向上しました。こうした武装と戦術の進化は、フランク王国を当時のヨーロッパで最も強力な軍事力の一つにしました。重要な戦いとその結果、フランク王国の歴史はいくつかの決定的な戦いによって形作られました。これらの戦いは王国の境界を拡大し、また政治的なランドスケープを再形成するのに中心的な役割を果たしました。特にトゥール・ポワティエの戦いでは、フランク軍がウマイヤ朝軍を撃退し、キリスト教ヨーロッパの防衛に成功しました。これはイスラム勢力の進出を食い止め、西ヨーロッパのキリスト教国家の安定に寄与しました。このような戦いはフランク王国の軍事的及び政治的な地位を強化し、後のヨーロッパの歴史に大きな影響を与えたのです。防衛構造と国境の管理。フランク王国はその広大な領土を効果的に管理し、防衛するために独自の構造を築きました。国境地帯では要塞を建設し、常に監視を行うことで外敵の侵入を防いでいました。これにより内部の安定と外部からの脅威に対する備えが整いました。例えばサクソン戦争中には多くの防御施設が設置され、これがサクソン族の抵抗を抑え込むのに役立ちました。これによりフランク王国は東方への拡大を果たしました。フランク王国の防衛構造と国境管理の効果的なシステムは、その長期にわたる安定と繁栄の基盤となりました。メロビング朝の遺産とその影響。メロビング朝の衰退。メロビング朝は長期間にわたる繁栄の後、徐々に衰退していきました。王権が弱体化し、宮廷の実権は救済に移行するなど、内部の権力争いが激化したことが主な原因です。これにより、王の直接支配が弱まりました。特に、救済カロルマンやピピンの強い影響力が、王権よりも個々の領土の独立性を高める方向に働き、中央集権的な体制が徐々に崩れていったのです。メロビング朝の衰退は後継のカロリング朝の台頭を助ける形となり、ヨーロッパの政治地図を再編する契機となりました。
カロリング朝への移行。メロビング朝からカロリング朝への移行は、フランク王国における重要な変革の時期でした。ピピンの短い治世に始まり、彼がカロリング朝の王として即位することで、新たな王朝が誕生しました。この王朝交代は、教皇の支持を得ることで正当化されました。ピピンは教皇ステファヌス2世との同盟を通じて、フランク王国の王としての権威を確立しました。この政治的な動きは、西ヨーロッパにおける教皇権の地位を強化することにも寄与しました。カロリング朝の成立は、フランク王国の統治構造を刷新し、より集権化された政体へと移行する基盤を築いたのです。ヨーロッパにおけるフランク王国の役割と影響。フランク王国はヨーロッパ史において中心的な役割を果たしました。地理的に中央に位置するフランク王国は、商業、文化、宗教の交流のハブとして機能し、ヨーロッパ全体の政治的及び文化的統一に大きく貢献しました。カロリング朝の時代には、カロリング朝ルネサンスと呼ばれる文化的復興があり、教育や芸術が隆盛を極めました。これはヨーロッパの知的基盤の形成に不可欠な役割を果たしました。フランク王国、特にその後のカロリング朝は、現代ヨーロッパの基礎を築く上で非常に重要な存在でありました。